おじさん感が増しちゃったかな。ちょっとここ訂正しとこう。やっぱ泡立ち大事ですね。ちょっと今日失敗しちゃった。攪拌作業ってやつがすごい難しくって、それを失敗すると泡がもっとやわやわになってしまって、なんか絵を描きづらくなっちゃうんですよ。なのでこの攪拌作業って一番大事なんですけど、ちょっと今日失敗しちゃったな。まあ形にはなったのでいいでしょう。あらー、かわいらしい。喫茶ハトの巣、お家で再現。
こちらお並びは紙箔。2泊 in 名古屋。これがなんか可愛いかも。コーヒーフィルターの可愛い好きだなと思うものを最低3つ今書き出してみてください。とにかく目に見えるもの。ペイペイでありがとうございます。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。ちなみにどれ？名古屋といえば多分皆さんがお好きなのはボンボン。私の方みたいなので、大阪の大学に進学します。かわいい。フランス語の辞書とか開いて好きだと思う単語その頃はレンタルビデオショップとかに行って書けましたか？じゃあ2問目いきます。1問目は空気があー疲れた。初めての紙箔はちょっと舐めてましたちょっと人が多すぎて、飛松さんのブースがまさかの120分待ちという衝撃的なちょっとさすがに厳しいなと思って、ちょっと飛松さんのグッズは本当に見る隙間もなく腐敗しました。もうダメですね。ちょっといろいろ学びました。はい。中はすごい。中はすごかった。種類はこれはもうそんなことで体調もありますし気候もありますので、本当によかったおかわり。よいしょい。こんばんは、なおです。ごましきです。はい。
ということで上白院名古屋に初めて行ってきたんですよ。その時の購入品もちょっと紹介したいなと思ってるんですけど、まずはじめに上白、ちょっと私の調べ不足もあり、あまりの人の多さに圧倒されすぎてしまって、あんまりお店をゆっくりじっくり見ることができませんでした。はい、先日行った関西の美の市は野外でやってたので、全然やっぱり違いました。やっぱちょっと会場がちょっとね、吹き上げホール自体もそんなに広くないのかな。あれすっごいみっちみちでした。すごかったです。でも時間が経つにつれてね、やっぱり人もはけてはいたので、帰りがけは多少は見やすかったんですけれども、ちょっと最初に来た時点でとってもちょっと疲れてしまって、すごい楽しかったんですよ。すごい楽しかったんですけど、やっぱりどうしてもちょっと人混みで疲れてしまったっていうのが正直な感想。ちょっと十分にお買い物できたかと言われると正直できなかったんです。ちょっとそれの後悔もあり、次の学びでありね、そういうこともありつつ上白に行ってまいりましたので、その時の購入品ちょっと開けていこうかなと思います。今回は自分に買うっていうより、ちょっとクリスマスプレゼントというか、この1年間特にお世話になった人のためにちょっとお菓子とか買いたいなと思って、なんかそういうのを探しに行く目的で上白に行ったような感じですね。まず手紙社さんのブースに行ってこれ買いました。かわいい。なんかゆるいな、平和だなって思って買いました。こういうエコバッグみたいなトートバッグっていくらでもあってもいいですよね。なんか私最近動画編集もカフェでやることが多くなったんですけど、ちょっと外に持ち出して編集とかする機会がちょっと最近増えまして、でその時に iPad とか Bluetooth のキーボードとかをまとめて入れれる袋が欲しいなって思ってたので、これを買いました。いや、これもちょっと使うの楽しみですね。でこれは一目惚れだったんですよ。かわいい、めちゃかわいい。このコーヒーフィルターのデザインのポストカード、しおりですかね。なんかカードになっててフィルターではないんですよ。そう、これすっごいセンスいいなと思って、これすごいのが、見たらわかるんですけど、ちゃんとこのフィルターの折り目のギザギザもう再現されてるんですよ。ここがまたいいなと思って、ポイント高いです。かわいい。これめちゃくちゃいい。で手紙社さんはそんな感じで、手紙社さんのブースが一番やばかったですね。あ、そんなことないや。思い出した。今回私このメインビジュアルを描いてて、飛松正一郎さんが大好きなんですけれども、飛松さんのグッズ何一つ買えなかったんです。そう、ちょっと理由をお話しすると、飛松さんの人気ぶりもちょっと私想像以上だったなっていうのがあって、グッズだけに並ぶのに120分だったんですよ。いや、衝撃的すぎて、なんかもう言葉をもう失うってこういうことかっていうぐらいちょっとびっくりしすぎて、さすがに時間がちょっとあんまりないなっていうことで、ちょっと並ぶことができなくって、さすがに諦めてしまいました。そう、欲しいグッズも注目していたグッズもちょっとあったんですけれども、ちょっと今回は本当に私の調べ不足、この動画を通じて飛松さんのことを好きになってくださった視聴者さんもすごいいらっしゃるので、ちょっと可愛いグッズとかすごい紹介したかったんですけど、本当に申し訳ないです。で、あとこれですあとこの可愛いこのはずくのなんかポストカードなんですけど、高畑正人さんっていう方ですかね、イラストレーターの方のこのはずくが可愛くって買いました。で、あとはお
お菓子のブースに行ってきて、小バトパンっていう大阪にあるパン屋さんですかね。フィルターコーヒーを3種類、塩バタークッキー、サンキューの猫ちゃんのアイシングクッキー、あと12月4日に行った関西の美濃市で木渡り手麦いずるさんという焼き菓子専門店のご夫婦にお会いしたんですけれども、上白でまた出店されてて、で買いに行きました。これです。そうですっごい嬉しかったのが、美濃市で私その木渡り手さんのご夫婦にちょっとしたお菓子をお渡ししたんですよ。でそのことを覚えててくださってて、お店の方がキットカットのおかげで寒い中頑張れたんだよ、ありがとうって言ってくれて、すっごい嬉しくって、何気なくした些細なことが誰かを喜ばせれることができるんだったら、もういくらでもしたいなってなんか改めて思いましたね。ちょっと開けていきます。やっぱり雪渡り手さんのお菓子めっちゃ美味しいんですよ。すごく丁寧に作られてるのが伝わってて、こんな感じのラインナップで、これが玄米シュトーレンと山形県産ラフランス玄米粉と洋梨のコンフィチュールっていうクッキーです。であと最後にリンゴのフロランタンということで、2泊は以上です。でも結構じっくり見れなかった割には買えたかなとは思います。美味しそう。ちょっと食べてみよう。美味しそう。この瞬間がたまらなく私は幸せを感じます。いただきます。美味しい。このジャム系のクッキーって美味しくないですか？ね、大好き。美味しい。今日実は上白などに角王山、名古屋の角王山に行ってきたんですけど、焼き菓子トイっていうところがあって、フィナンシェとクッキーがもういっぱい試食ができるんです。とにかくで美味しかったものをカゴに入れて購入するっていうお店なんですけど、全部美味しいです。本当に全部美味しかったです。はい、よく話す方で明日お誕生日の方がいるので、ちょっとその方にちょびっと入れようかなとも思いました。ちょっと今から包もうかなって思います。よいしょ、包んでいくぞ。サンタさんになります。皆さん今年1年どうでしたか？なんかちょっとまた1年の振り返り動画もあげれたらいいなと思っているんですけど、ちょっと私もこの1年かなりいろんなことがありまして、ちょっと話すと涙が出ちゃいそうなので、ちょっとここではあんまり話さないでおこうとは思うんですけど、でも大変だったけどめっちゃくちゃ幸せです。幸せです。すごくなんだろう、改めてなんかその周りの人に恵まれてるのを実感できた年でしたね。周りの人、職場の人だったり友達だったり、とにかくなんか周りの人たちが私を孤独に一人にさせないようにしてくれたのが本当に心救われてました。だからそういう人たちになんかもっといろんなことを返せる人になりたいですね。ちょっと私も本当に今年はだいぶ変わったので、自分でも感じるぐらい成長できたというか、いろんなことに積極的にチャレンジできたなっていうのと、なんかその自分の変化に恐れない自分にもなれたので、そこはすごく良かったなって感じています。やっぱりなんか人はどんどん変わっていかなきゃ前にも進めないですし、新しい景色にも進めないですし、考え方も変わらないって私は常に思ってるので、なんか
その誰かのイメージが壊れたとしても、私はそこは根本的な自分は多分変わらないとは思ってるので、ただ新しい自分にアップデートしたっていうのをすごく実感できたっていう一年でしたあ、ちょっとこれ以上読むよというわけでできましたかわいい。